2021年の衆院選で自分は石に入れようと思っていました。投票前に自分に合う政党を AI が決めてくれるサイトを利用したら国民民主党と言いました。当時政治をあまりよく知らなかった自分は、忌々しい民主党の残党が表示されたことにひどく憤慨し、その場でスマホを叩き落とし、怒りに手が震えながら石に投票しました。しかしその代わり100党で玉木さんの成果をすればするほど自分の考えに合うことが分かりました。ひろゆきさんもおっしゃってますが、民主党の名前を使わない方が。いやー、そうなんですけどね。とはいえね、抜本的な変化を起こすと日本は嫌われるんですよ。長期的にやるべきことだよねっていうのは分かってはいる人は多いと思うんですけど、とはいえでもやっぱりその国民民主党という名前が好きな人もいるし、民主党という名前はそこまで悪いものではないよねと思ってる人たちもいるので、なので変えないというのを玉木さんがずっと維持してるんじゃないかなと思いますけど。いやなんかね、サンクコストによる入れ替える状態っていうのになってると思ってて、国民民主党の名前を変えない期間が長ければ長いほど、国民民主党のままでいいよねというのが広がるんですよ。国民民主党になってからもう15年ぐらい経つのかな。で、そうするともう15年やってました。で、あと5年経つと20年やってました。もう20年この名前なんだから、それでみんな覚えて国民民主党って投票用紙に書いてきたんだから、国民民主党の方がいいよってなっちゃうんですよ。なので、サンクコストはどんどん伸びちゃうんですよ。でも、その中民主党の時代良くなかったよねとか、立憲民主党と国民民主党の区別つかないから、立憲がやらかすために国民民主党も同じグループだと思われて、損をするっていう風になってしまうので、変えるなら早めに変えるべきだし、いつ変えるのが最善ですか？今すぐなんですよ。物事をやるときに一番良いのはいつなのか。じゃあ年取ったから俺もうできねえよみたいに言うんですけど、じゃあ今が一番若いですよね。明日は1日分年取ってますよね。1年経ったらさらに1歳遅いですよね。だから今すぐやるべきですって話なんですよ。国民民主党は僕名前はね、今すぐ変えるべきだと思うんですけどね。まあ、とはいえ選挙があるから今じゃないよねってことになっちゃうんですけど、やっぱね、日本的な、人たちがやってるから政党として人気があると思うので、僕エキセントリックじゃないです。特殊なことでしがらみを感じずにブワーっと言っていろんな人に嫌われるっていうので、それは僕嫌われても構わないと思ってやってるのでいいんですけど、やっぱりその政党というのは多くの人に好かれて投票を得なければならないので、一部の人、過去の支持者に嫌われる行動ってやっぱやりづらくなると思うんですよね。乙武さんってどっかの投票から出馬したら絶対受かるって言われてたんですけど、立憲民主党から出馬したら自民党派型の人たちからは嫌われるし、自民党から出馬したら立憲民主党側の方から嫌われるし、令和で言ったら別にどっか嫌われるしっていうので、どの政党からも立たないっていうのを選んで、で、無所属で選挙で負けたんですよ。誰にも嫌われないというのはね、結果としてね、必要な量に好かれないっていうのもあるんですよね。この人たちには嫌われるかもしれないけど、仕方ないよね。僕がやりたいのはこれなんだからっていう、やっぱその強さというのは人は必要なんじゃないかなって思うんですけどね。結局じゃあその、自民党のお偉方って嫌われてない人いないと思うんですよ。自民党の歴代総理で嫌われてない人を一人でも挙げてください。別に民主党の時代の総理大臣でもいいですよ。全員すべからく一部には必ず嫌われています。なので政治家というのは基本的には必ず嫌われる職業なんです。政治家をやってる限り誰かに裏切られたとか、そんなはずじゃなかったとか、お前は信用できないって絶対言われ続けるんですよ。万人受けしたいとか、人に好かれたいとか、頑張ってるんだから評価してほしいっていう人は、政治家向いてないと思うんですよね。長期的にはやっぱりそのどんな人でもどんなにいいことしてて自分のもう我も捨てて人生を費やして何か政治的なことをやったとしてもなんかお前顔がムカつくとかそんな理由でやっぱ嫌われるんですよ。それが政治家という職業です。いやーだからね大空さん受かると思うんですけど大空さんがこの若さから政治家になってしまうということが果たしてなんか彼の人生にとってプラスなのかなって気がするんですよね。いや、もちろん政治家になって仕事をするっていうのは全然いいことなんですけど、でもあれだけなんか顔が良くていろんな人に好かれているのであれば、もっとなんか大きなことができるタイミングもあるんじゃないかなと思うんですけど、なんか、そんな彼が自民党の1年生になってしまって、自民党の中でずっとこうなんか、自分の意見が言えなくなってしまうっていう、その、自民党に入った割と高学歴の女性議員の人って何人かいらっしゃるじゃないですか。アルファイヤーさんみたいな。大体何にも言わなくなるんですよね。本来であれば、日本の政治はこうすべきであるとか、データを元にすればこうすべきであるとか、私の主張はこうだっていうのを出るはずなんですけど、ほぼ出ないんですよ。いい子ちゃんになっちゃうんですよ。自民党のおじいちゃん政治の中でポジションを取るには、いい子ちゃんになって個性を出さない方が、自民党の中では内部的にはいいポジションをつけるよね、覚えが良くなるよねっていうのになって、結果としてその尖った部分がない、ただの女の人としての一票という役割を果たすのになっちゃうんですよ。どんだけ優秀でどんな経歴があったとしても。なんかちょっとね、どうなのかなと思うんですけど。まあでもそれを望んでやってるっていう意味ではまあ、そうなのかなと思いますけどね。はい。
なので、よらば大樹の影っていう長いものに巻かれたい人が入るというところなので、だからそれをぶっ壊すっていうのがちょっと大空さんにその胆力があるとは思えないので、もったいないなと思いますけど、それも僕の個人の感想です。すいません。今までってこの塔がこれぐらい取るよねとかっていうのがメディアが言うことも外れることが多かったんですけど、最近ネットを使うユーザーが増えてきたせいで、ネットである程度の調査をすると、結構な多くの割合というのが状況がつかめてしまうってことですね。日本の視聴率と呼ばれるテレビでどれぐらいの人が見たのかっていうのを調べるのが、ニールセンっていう会社が昔やってて、今はビデオリサーチっていう会社がやってますけど、で、それの視聴率チェックがね、確か800件の家とかでやってるんですよね。800世帯。なので、たった800世帯で、大体テレビの番組がどれぐらい見られてるか分かるっていうぐらいだったりするので、選挙行動に関してだと、結構いろんな情報が取れちゃうので、なので、ネットでの人の行動というのを割とちゃんと分析すると、結構投票行動の当たり率も高いっていうので、JX 通信社でしたっけ？あそこが出してるのって結構当たるんですよ。こういうことになりそうですよみたいな。それがね、大きく外れたことってまだそんなないんじゃないかな。割と自民党、公明党で過半数割るんじゃないかっていうのが言われてたりとか、でも読売新聞は過半数割らないって言ったりとか、過半数ギリギリぐらいっていうところが多分落としどころなんだろうな、みたいなのが割と読めてしまうっていうのがあったりするので、ただ公明党はちょっと増えて、自民党下がるよねとか維新下がるよねはなんとなくわかるんですけど、ただ自民が良くないから立憲というだけで、仕方なく立憲っていう消去法で立憲に入れる予定の人というのは結構見るんですけど、積極的に立憲がいいよねっていう人はあんまり僕の観測範囲で見たことないですよね。で今のところ観測範囲だと、国民民主党に入れたいと積極的に言ってる人は結構いる。令和の人も結構いる。参政党の人も結構いる。で、NHK 党って今回出ないの？よくわかんないけど、あんま僕の観測範囲だとそこら辺の存在感がなくなってるなっていう。で、共産党も多分普通に伸びるでしょうと。ただ令和の候補者だった人がセクハラを受けて、で、PCSD になって被害届を出したっていう話が、割と令和の中ではあんまり大きな話題として捉えられてなくて、山本さんも実態としてはまだちょっとよくわかりませんみたいなことをしてたんですけど、でも被害者の人がノートでそれを書いたりして、ここまで明確に書いてるんだったら、やっぱり加害者のディープ駆使したっていうのが悪いんじゃねっていう状況になってきてるので、なので令和としてはそれに関しては、ちょっと大きな動きをしなきゃいけないんじゃないかなというふうには思うんですけど、ただそれをやるかどうかっていうところであんまり動きが見えないので、あれを黙殺する形になってしまうと、令和は結構女子票強いので、なかなか厳しいんじゃないかなって気がしますけどね。今の時代って情報を隠すはかなり難しくなっちゃってるんですよね。メディアが載せなかったとしても、ネット上で反令和の選挙区の中で、令和の人が落ちたら自民党受かるよねとか、立憲民主党受かるよねっていう人たちは、やっぱり候補者が令和がいるっていうところだと、令和はこんなことやってるとこだよみたいなのどんどん出しちゃうので、ネット上でなかなか戦いをするのは難しいんじゃないかなと思いますけど、はい。嫌がってる女の人にお偉方のおじさんがキスしてる写真が出回ったりとか、それが本元なのかディープフェイクなのか僕は分かんないですけど、っていうのがあって、そこら辺の事件の対応というのまでは、今のところ今の候補者はこういう投票行動しますよっていうのは多分、それなりに信憑性はあると思うんですけど、ただそういう情報を受けた後に果たして人の投票行動がどう変わるかっていう、その部分はまだGX通信社ですら分からないので、スキャンダル的なものが投票日までにどれぐらい出て、それに多くの人が影響を受けるのか受けないのかっていうところで、情勢は多少動くのかなという感じではあります。石破総裁政権について今のところ静観してるんですが、ここもについて考えます。彼は軍事マニアで有名ですが、マニアプロのやることを口を出すべきでないというのが私事でございます。防衛大臣の時、彼は大いに口を出し、防衛省幹部に歴代最も嫌だった大臣を尋ねると、幾度に石破さんを挙げるそうです。こんな首相で自衛隊の作法士官ですが、防衛大臣に丸投げして最低限知り合いコントロールのみ鉄でどういうんですか？僕これデマなんじゃないかと思ってるんですけど、僕が知る限り、官僚でどの大臣が嫌だったかとかって、いちいち言わないんですよね。僕が知る限り官僚はみんな大臣嫌です。この大臣が好きだったみたいな話あんま聞いたことないです。どの大臣でも嫌です。嫌だけど、めんどくさくないよねとか、こいつめんどくさかったよねぐらいの話で、防衛省幹部で歴代最も嫌だった人を全員聞くなんてやってるはずないんですよ。防衛省幹部ってまず誰とか、じゃあそれを
歴代嫌だった大臣を言うわけがないんですよ。まともな自衛官って文民官制もあるので、どの大臣が嫌でしたとか、どの政治家が嫌でしたって基本言わないんですよ。でそれを防衛省幹部が言ってましたみたいな体じゃないですか。じゃあ誰ですか幹部ってとか、じゃあ歴代の順位はどういう順位でしたか、じゃあ1位が一番下だったら2位は誰でしたかとかっていうのは多分ないんですよ。この情報のソースがなくて、なんとなくイメージでそう言われてるんじゃないのっていうのを振りまいちゃうっていうのが、僕は結構斉藤知事の時もそうなんですけど、ネット上でこう言われてるよねっていうのがあったとしても、ソースがないと僕あんま信じられないんですよ。ソースがないものっていうのは基本信じないというのがあるので、なので、もし本当におっしゃることが正しいのであれば、そのソースを見せていただけるといいなと思います。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。